こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート17始めていきます。特別許可証を入手してから最初の回となります。早速ですが古文書の1冊目を解読しましたよ。最初の相手は手書き少主だ。こいつは村上位でもクリア後すぐに遊べたね。とりあえずこいつを今後の足がかりとしたい。頑張っていこう。回転が参ります。場所は変わらず塔の頂ですね。村上位のキティはノリで倒したんですけど、G 級はかなり不安ですね。上位と結構行動面変わるんだよなこいつ。ハンマーには厳しい相手だと思うね。爆豪以外では打撃優位なのは変わらず、弱徳が適用される後ろ足を殴っていこう。今は被弾しても大して痛くありません。腹下に簡易座りで OK です。武器は当たり前ですが物理重視で来ています。一応竜も若干通りますがほぼ関係ないです。他、後ろ足には水が2中も通るみたいね。通常時は一番属性が通るのが足なのか。結局、こいつは物理重視でいいのかな。参考資料がマジで見つからんかったよ。4G の TA らしい動画が一本も見つかりませんでした。どんだけ相性悪いんだよと思いましたね。通した感じ、高耳のほか回避距離が欲しかったです。角ハンマーでは巨体に対応しきれません。G 級になって色々動きが鋭くなったからね。微妙に機動力が足りなくなることが多い。で、今は普通の怒り状態だね。地味に貴重な形態。少し殴ったらすぐ爆豪に移りますね。方向分チャンスになるのでありがたいです。さあ、爆豪に行こう。本当にすぐ怒り状態終わりました。ここからがキティ戦開始と言っていい。肉質は柔らかくなるからチャンスだが。突進がものすごいダメージ。6割ちょいくらい食らってるかな。爆破やられと合わせたら即死もありえますねこれ。攻め重視だとすぐやられそう。塔だから支給品が充実してるんですけど、めちゃくちゃ回復使いそうですね。弱点を殴ろうとすると前に行かないといけないしな。どうしても被弾リスク高くなるよね。こいつ、ノリの耐性も高くて狙えて1回だ。スタンとかダウン系のチャンスはしっかり活かそう。一応回避性能で無理やりごまかすことはできますが、毎回こんなシビアなのやってたら命が足りませんね。各攻撃が毎度微妙にタイミングずれるのが厄介。軸合わせの有無やための長さなどなど。特にきついのが突進の軸合わせだね。見てからの応答は愚か回避すら厳しい。G 級になって方向の合わせ方がきつくなった気がする。何が何でも殺そうとする意志を感じるぞ。そこまでやるかって思うくらいです。ハンマー君の機動力では厳しい。そして、もちろん爆破やられの大ダメージもあります。クリア後にふさわしい強敵ですね。爆破の追加ダメージって結構えぐいよね。体力ゲージ真っ赤になるのが怖い。こいつって粉塵の判定も見た目よりでかいんだよな。これで尻餅なのもだるすぎ。こちらのためをしっかり妨害してくれますね。なぜこんなに SE が貧弱なのか。で、今地味に使いましたが、方向が3連まで繋がります。場所によっては脅威になります。交代のパターンと前進のパターンがあるっぽい。どこで止まるか分かりづらいのも厄介だな。今の爪の粉塵当たってんのか。これマジで注意だな。こすかれても体力半分くらい減りますからね。体力は満タンを維持しましょう。とりあえず1スタンは入りました。しっかり頭を攻撃していきます。頭部破壊も狙いたいね。肉質の変化やら支給品も美味しい。打撃の場合、爆豪はわずかに爪より頭が通る。ダメージ効率的にも一番いいぞ。ただ、頭はリスク高いですからね。スタン一度取ったら爪狙いもありだと思います。爪は判定が広く、地についていて狙いやすいのが魅力。前足に座れやすくはありますが。肉質は爪が63で、前足は55だ。まあどっちに当たっても美味しいラインだね。とにかく攻撃をもろに食らわないように、安全第一で殴っていこう。さあ、5分割に突入しました。相手は疲労してますね。疲労中は肉質が通常時のものになります。動きも遅いので大チャンスですよ。打撃の場合は特に活かしやすいね。弱特適用で後ろ足を殴れるのは大きい。というより、ここぐらいしか集中して攻撃する隙がない。爆豪は常に死と隣り合わせだよ。シンプルに突進連打されてるだけで苦しいんですよね。あんまり泣き言は言いたくありませんが。こういう体がでかいタイプはダメ状態の相性が悪く、総じてハンマーには辛い相手となります。それでいて移動式の粉塵がついてくるからな。これがまたいやらしい位置に組んだよな。で、疲労はもう終わっちゃったが、しっかりダウンで締められたね。このチャンスはしっかり活かせましたね。やっぱり縦3連打できるの楽しいです。何分で倒せるかわかりませんが、このままうまくいくでしょうか。やっぱり苦しいな。攻撃範囲が広すぎて対処しきれん。タイムもすでに15分割に突入してる。ダメージは出るけど差し込む隙がないわ。被弾もかさんでるんでそのロスもありますね。グレート1個程度では全然追いつきません。キティは攻撃が苛烈な代わりに打たれ弱い印象ですが、あんまりサクッと倒れてはくれなさそうです。
小疲れただけで即死圏内なのがね、食らうたびに攻撃の手が止まる。こいつはハンマーに限らず競争薬必須だな。スタミナをとにかく使わされる。適宜戻って体勢を立て直しながらの狩猟でした。支給品の戻り玉が非常にありがたかったです。詰めればうまく刈れるんでしょうけど、TA 動画がないのもうなずけますね。どう考えてもハンマーで行く必要ないもんな。こいつに限らずだけどさ。粉塵で種が解除されるのが一番やばいと思ったわ。爆豪は盾さん当てる隙なんかないし。ということでここで討伐完了しました。タイムは17分51秒。武器的に仕方ないところもありますけど、ちょっと寂しいタイムです。こいつも周回大変そうだな。ハンマー攻略で一番しんどいのが素材集めだ。しかし今後のためにも手は抜けない。しっかり回してこよう。ですね、気張っていきましょう。ようやく集め終わった。毎度のことだがカロリーやばいぜ。集めたのはキティ素材でなく覇王の証でした。令和の神集め。ここでレギオス武器が最終強化を迎えます。カダルレギオンですね。まずはやっぱりこいつだよね。今の装備にもよく合う。ただ、レギオスハンマーは微妙に冷遇されてるんだ。倍率280の会心 15% はレギ武器最弱の数値だよ。ガンスは紫が長かったり他の長所がありますからね。よりによってハンマーでこれ。ただ、ハンマーの中で強力なのは違いないです。今後の基本武器となるでしょう。よし、じゃあ次の相手行こうか。と言ってもカダルレギオンは使わないが。お相手がシャガルだからですね。この子はさすがに混沌武器の方がいいでしょう。この子も高耳の優先度が低いので、マジオス戦で使った火力装備を使います。弱得こそないが、まあ、挑戦者2で不足はないだろう。G 級シャガルはウカムクリア後に出現。マジオスと同じタイミングなんだよな。立場的にキークエになっても良かったと思いますが、復活モースのウカム君に奪われてしまいましたね。シャガルも G 級で本領発揮といったところでしょうか。例の地雷が登場します。あれも盾さん殺しでヤバそうな要素だよね。さすがにため状態ならかわせるけどさ。頼みの綱はやはり混沌武器の火力か。恐竜症を克服すれば会心 75% だ。この状態のバースオアデスは物理火力最強。この段階での最適解と言っていいでしょう。ただ、TA ではこの武器ではなく、属性を重視したチョイスがされてるようです。こんだけ特攻っぽい性能してるのにね。シャガルの頭は60と超柔らかいわけじゃないんだよな。それと現実問題、そんな恐竜症にならなかったりする。克服状態が長いわけでもないし。バイルズの黒色竜ビルドのようにはいきませんね。もう少し長くても良かったように思います。さて、立ち上がりは順調ですね。まずシャガルがものすごく小さいです。こりゃあ間違いなく最小金感だな。見た瞬間小さって思った。サイズが小さいと、それだけで難易度は低下する。物理攻撃の範囲が狭まるのはありがたい。その分、ブレスの対処には要注意ですね。あれはサイズ関係ないので。とにかくチャンスを生かして頭だけを狙います。後の部位全部渋いので。幸い、うまく恐竜症を克服できてるね。この時間を最大限に活かしたいところだ。ややリスキーだが振り向きスタンプが狙える。うまく当たればあのだね。たまになぎ払いで潰されたりします。あれも立ち位置次第では当たりませんが。ここは体験での経験が生きてますね。威力は違うけど、やることは一緒です。攻撃の隙もあんま変わらんしな。スタンプも出るまでそれなりに時間がかかる。振り上げ部分をなるべく当てないのがいいかな。ヒットストップがあると結構時間食うからねあれ。振り上げでひるんでスタンプが当たらないとか、その辺もあるあるですからね。とりあえずスタンを早いところ取りたいです。このままだとチャンスが少ないので。本当はもっと張り付きたいんだが、耐震もないしちょっと怖いよな。怒り時のダメージはキティに引けを取らない。2発も食らえば大体オダブツだ。今でも火ダメの大きさにびっくりしますね。一撃で半分以上はザラです。隙を見てこまめにためにを入れていきます。差し込み技としてはやはり優秀ですね。冷静に地雷を避けてから追撃だ。結構ギリギリだけど、伊達さんが2セット入るぞ。ただ、このコンボでも恐竜症は克服できないんだよな。意外に解除まで時間かかるよねこれ。攻略本を見ると鎮静はモーション値によるようです。つまり火力不足ということなのか。目立った盾3チャンスはスタンと乗りくらい。あとはこついて克服しましょう。発症したら下で危険だからな。絶対有利とも言えんね。それにしてもブレスが痛い。やっぱ本体よりこっちがメインじゃねえか。白いトカゲは小さくて可愛いんですけどね。威力は全く可愛くないです。あ、チャンスといえばこれもありましたね。先行はちゃんと持ち込んだ方がいいです。隙は小さいけど盾3くらいは入るからな。結構バカにできないんだよね。単純に飛ばせておくとタイムロスもある。ゴマよりはすぐ降りてくれるけど。なかなか降りないパターンもありますからね。忘れると結構困ります。さて、じゃあ討伐まで頑張っていきましょう。
いつの間にか15針になってしまったぞ。ノリで10針クリアできるかなと思ってたんだが。最小サイズっていうアドはあったんですけど、やっぱ肉質が悪いですよこれ。攻撃自体はそれなりにヒットしてると思います。混沌の特性との噛み合いは謎。DA で持たれてないだけあるなって感じかね。やっぱ属性がいるんだな。ハンマーの強武器って本当の最終盤に手に入る。攻略中の難度は高めかもね。結局ミラ系の2種に落ち着きますからね。歴武器の倍率が高ければ。そう思うとスキュラ武器すごいですよね。よくあの倍率で食いついてますよ。未だに何が強みなのかわからんのよな。具体的に誰に担げばいいのか。とりあえずラーセンになったら持とうかな。TA リスペクトで。ぼちぼち極流力も集めなきゃですね。これは適宜イベクエも利用する予定です。通常の極限クエ出すの大変なんですよね。各モンス何十体も狩猟が必要です。一番少なくてデア系の15体だよね。4G 追加組の特例措置だ。クエ1個のためにデア君15はな。いよいよ時間が足りんぜ。12月はいろいろ盛りだくさんですからね。ワイルズマジオスはさすがに触りたいです。そんなこんなでシャガル無事クリア。タイムは16分半でした。まあギリ9大点かな。火力特化装備にしては寂しいぜ。もうちょっと攻めれる感じはするが、この武器じゃこれが限界かな。今回はちょっときつめの相手が続きますね。ハンマーくんの弱みが。せっかくハンマーの強さを感じてきたのに、何かで気分転換できないでしょうか。おいおい、何を卑屈になってんだブラザー。まずはビリーブ、俺たちが疑ってちゃ始まらないだろ。うわ出たそのグラさん。前の企画で捨てろって言ったでしょ。そういえば、美容師猫さん勧めてませんでしたね。彼も有用なクエを多く提供してくれます。次のお相手は G 級モノブロスか。上位で苦戦した相手とのリターンマッチだ。OK、今なら強化した装備がある。やってやろうぜブラザー。誰がブラザーだ。本当に勝ち割るぞそれ。昼間の砂漠は日差しがきつい。グラさん持ってくりゃよかった。やめてください。あれかけてるとあなた変なキャラになるので。なわけで G 級モノブロス原種、参りましょう。実はシリーズで極めて珍しい存在です。まずモノブロ自体、登場は 4G が最後だからな。ストーリーズにはいるけど。G 級個体となると、今戦えるのは 4G だけ。お祭り作品のダブルクロスにすら出れないよ。その割に素材の需要がなくてかわいそうではあります。アシュはまだ防具が使えるんですけど。原種の防具は達人とか磁場と覚醒。どうにも微妙なスキル構成です。昔の作品では匠とか攻撃があったんだけどね。パーツ単位でも優秀なのはないな。一応、角は通撃樹さんの素材になるんだけど、モノブロスハートがいるから面倒だ。とはいえもう一つのレシピも下流の攻撃がいります。ここは運次第で選択ですね。で、モノブロ戦ですが、上位では打撃肉質の渋さに苦戦してました。弱点の首を狙うと頭に吸われまくってな。無理に殴ろうとして大失敗した。その反省を踏まえて、今回は方針をガラッと変える。ズバリ手数で押す作戦だ。明確な弱点はないが、超硬い部位もあまりないので、そこをつく形ですね。弱徳はほぼ死にますが仕方ありません。転倒など取って無理やり削りましょう。行動面で厄介なのは角を振り上げつつ突進するもの。2連で繰り出してくるんだが。怒り時はこれの使用頻度が異常に高い。向かって右にいると救われやすいぞ。これ、無駄に移動しちゃうのも面倒なんですよね。追いかけた先でまた使われるとさらに。どうも、4G の角竜系は一つの行動を繰り返しがちです。ディア君は突進ボットだし。ディアアシュが一番戦いやすいまであるよな。ギルクエでもあいつは人気だ。モノブロやるなら、先行は超同分必要かも。かなり無駄に時間食う設計になっちゃってるよ。極限が出てたら大変なことになってましたね。それはディア君が背負ってくれてますけど。いろいろ言いましたが、カダルレギオンなら問題はないでしょう。サクッと倒してあげましょう。少し戦って疲労したわ。疲れてる時は無防備オブ無防備。ちゃんと元気が効いてるの久しぶりに見たよ。じいさんの古竜たちは疲れ知らずだからさ。そもそも疲労しないってよく考えたらすごい仕様です。打撃武器はそれ込みの調整されてるのに。クシャル君がすごく優しく感じます。彼、体力なさそうですしね。まあ、あんな鋼に覆われてたら重そうだしな。そりゃ疲れもするわ。ともかく、疲労する相手は存分に活かそう。ハンマーが強くなったような気になれるぞ。まるでハンマーが弱武器かのような言い方。あえてフォローはしませんけど。ただ実際、モンスによっては疲労がかなり貴重。動き回るタイプはここくらいしかチャンスがないです。元の調整がバグってるモンス多いからな。攻略中の数少ない打撃の見せ場かもね。その後も割と圧倒できてたわ。今回はさほど相性悪く感じなかった。まあ、装備の強さも大きいですけど、立ち回りの変更が効きましたかね。
頭の弾かれだけが終始面倒でした。X 連打してると、弾かれ後に再度攻撃してしまいます。ハンマーの持ちつきってクソ弱いからね。体験様のようにはいかん。打撃は弾かれ部位に座れやすい気がする。むやみな盾さんは NG。この子がいい例です。見るからに硬そうではありますが。はい、というわけで6分半で狩猟完了。さすがに楽勝すぎますか。高耳と回避性能がどっちも生きたね。こちらの戦力強化が上回った。さて、じゃあ美容師猫に報告しましょうか。ようブラザー、狩猟は完了したぜ。生かしたセンスは戻ったかい。またグラサンしてるし、あんたブラザー何人いるんだよ。ということで、この方のお話はもうちょい続きます。それはまた別の機会に。ふむ、まだ感覚は戻らないらしい。これじゃあ世界の損失だぜ。だが我々が絶対取り戻させてみせる。最もプリミティブなそのピーキーをな。プリミティブはまずい気がします。悪い土地の転がし方してそう。さ、じゃあ今回はこのくらいで締めますか。あなたのネタに付き合うのも疲れましたよ。だってこれの編集してんの楽しいんだもの。あともう一回くらいやりたい。ネタがあるのはありがたいですが、ほどほどにお願いしますよ。ほいじゃ、次の動画で。またね。